こんにちは、ピーチです。今回は最速でお金持ちになる方法5選をご紹介します。物価は上がっているのにお給料は上がらない。このままだと貧乏まっしぐら。そんな危機感を感じ、今まで読んできたマネー本は50冊以上。昨年は FP の資格を取得しました。勉強してきた中でお金持ちになるにはあるコツがあると感じたのですが、意外とやっていない方も多いように感じます。そこで今回は誰でも簡単に取り入れられるコツを5つまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。私の簡単なプロフィールです。このチャンネルでは平凡な主婦でも結婚10年で3000万円貯めた節約術をご紹介しています。結論から言うと最速でお金持ちになる方法はこちらの5つ。1つずつ詳しくご紹介していきます。最速でお金持ちになる方法1つ目は、目標を持つこと。節約はダイエットに似ています。なんとなくやっているだけではモチベーションが上がらないですし、続けるのも一苦労。でも夏に水着を着るために3キロ痩せたいとなるとどうでしょう。確実にモチベーションアップにつながります。このように節約でも具体的な目標とそれを達成させる期間を設定すればモチベーションが上がり、計画的に節約と貯金を続けられます。目標はその都度変わっていいのですが、重要なのは他人の物差しではなく、自分や家族がどう生きたいかで決めるということ。お金を貯める目的は自分や家族のためです。例えば我が家の目標は40歳までに4000万円を貯めること。この目標にした理由は主人に持病があり、いつまで働けるかわからないから。子供に本格的にお金がかかってくる5年後までに、老後資金2000万円と教育費2000万円の4000万円を貯めようと設定しました。そのために、あと5年で900万円、1年で180万円貯める必要があります。なので、いつも動画でご紹介している節約術を駆使したり、息子が3歳になったタイミングで共働きに戻ったり、YouTube を始めたりしました。最近読んだこちらの本にとてもいい言葉が書いてありました。願っているだけでは十分ではない、行動せよ。知っているだけでは十分ではない、実行せよ。ドイツの文豪ゲーテさんの言葉です。自分や家族が幸せになれる目標を立てたら、あとは行動。固定費の見直しやコンビニでのちょこちょこ買いをやめるなど、ちょっとした一歩でも行動することによって確実に前に進めます。最速でお金持ちになる方法2つ目は、強制的に貯める仕組み作り。貯金目標を決めたところで、日々目標に向かい頑張るのはなかなか大変。頑張ろうという意欲だけでは、なかなか難しいところもあります。そこでおすすめなのが、強制的に貯める仕組みを作るということ。先取り貯金をし、残った金額で生活をすれば自動的に貯まっていきます。先取り貯金をすると赤字になってしまうという方は、身の丈に合っていない暮らしをしているか、そもそも収入が低すぎるかのどちらか。出費が多いようであれば、家賃、保険、通信費など、金額の大きな固定費から見直していくのがおすすめです。他には、子供にブランド服を着せたり、燃費の悪い車に乗っていたりと、ワンランク上の生活をしているとなかなかたまりません。見栄を捨てたり、夫婦でお金の優先順位を話し合ったりして、身の丈に合った暮らしをすることが節約生活の第一歩です。そして収入が低い問題は稼ぐ工夫をするしかありません。我が家も昨年主人のお給料が手取り20万円ちょっとに激減しましたが、私の仕事を増やすことによって毎月赤字になることなく貯められています。メルカリで不要品を売ったり、クラウドワークスに登録して隙間時間に稼いでみたりと、今はいろいろな稼ぎ方があります。転職や副業など収入を増やすことを視野に入れると貯金速度が加速します。ちなみに貯金が増える仕組み作りの詳細はこちらの動画で詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。最速でお金持ちになる方法3つ目は、お金の勉強をする。知っている人だけが得をするというのはよく聞く言葉ですよね。情報社会の近年、この言葉が顕著になってきているように感じます。
例えば、私がお金の勉強をして知ったこと一例はこちら。銀行にお金を預けるだけだと減っていくという現実。今している仕事が10年後にはなくなっている可能性があるということ。申請するだけでもらえるお金があるということ。日本銀行は毎年 2% の物価上昇を目標にしていて、年々物価が上昇しています。最近は皆さんご存知の通り物価上昇が激しく、ここ1年で 4% も上がりました。私が生まれた頃、昭和60年のラーメンの値段は1杯383円だったそうですが、今は800円以上しますよね。こんなに物価が上がっても、この低金利時代、銀行に預けるだけではお金は増えません。つまり、同じ預金額でも買えるものが減る。お金が減るようなものということです。なので私は、ある程度貯金が増えたタイミングで投資を取り入れることにしました。また最近話題のチャット GPT など AI の進化もすごく、オックスフォードの調査結果によると、一般事務、銀行員、スーパーやコンビニ店員などは10年後に仕事がなくなると予想されています。確かにネット銀行が主流になってきたり、セルフレジが増えてきたりと、確実に人間の仕事が機械に移行しています。もちろんこれらの仕事についている方を否定するつもりは一切ありませんが、リスクを回避するためにも、副業などいろいろなことにチャレンジしてみてもいいかもしれません。申請するだけでもらえるお金については、医療費控除、人間ドック助成金、住まい給付金など、国でやっているものから地方自治体、お勤め先の健康保険から出るものなど意外とたくさんあります。中にはチャイルドシート補助金などこんなものまでというものもあるので、ぜひお住まいの市町村のホームページなどをチェックしてみてください。このように日々お金に向き合えば、今だけではなく将来に備えた行動ができるようになり、より貯金体質に近づけます。最速でお金持ちになる方法4つ目は、お金の使い方にメリハリを持つ。お金持ちは自分にとって価値のあるものにはお金を使うけれど、価値がないと判断したものにはとことんお金を使いません。例えば私もよく勉強させてもらっているリベ大の両学長は、超富裕層にもかかわらず服はユニクロメインだそうです。また私が学生時代、お父さんが地元の有名会社の社長さんという友人のお家にお邪魔しましたが、あまりにコンパクトなお家でびっくりしました。それに比べてなかなかお金がたまらないという方は、アウトレットで半額だったからとブランドバッグを買ったり、3点買えば1つ無料などマーケティングの罠に引っかかり無駄遣いをしてしまったり、買うものを値段で見るのではなく、自分や家族にとって本当に価値のあるものなのかで判断しないとお金は逃げていきます。なので自分や家族にとって本当に価値のあるお金の使い方ができるよう、お金の削りどころとお金のかけどころをしっかり分けて、満足度の高いお金の使い方をすることがお金持ちになる一つのコツだと思います。ちなみに我が家のお金の削りどころは、被服費、車、一時しか使わない子供のおもちゃなど。かけどころは家族旅行です。また普段の食事は野菜たっぷりな節約レシピメインだけれど、週末はおうち焼肉をしたりと、我が家はめったに外食しない分、おうちご飯にもメリハリをつけるようにしています。ではこちらで最後です。最速でお金持ちになる方法5つ目は、投資アレルギーの克服。正直私も投資イコール減るリスクのあるギャンブルというイメージがあり、3000万円貯めるまで一切投資をしてきませんでした。ただお金の勉強をしていくうちに、投資のリスクを取らないことにもリスクがあるとハッとしました。お金は投資みたいに減ることがないから大切に持っていれば安心と思っていましたが、物価が上がればお金の価値は下がります。私が生まれた頃400円ほどで買えたラーメンは今400円では買えません。お金の見た目は変わらないので信用しきっていましたが、物価が上がればどんどん貯金の価値は減っていく。つまり貯金をしていてもリスクはあるんです。そこでようやくインフレ対策になる投資の重要性に気づいて、積立 NISA を始めました。
投資の勉強をして気づいたのは、じっくり資産を増やしていく投資と、勝つか負けるかというギャンブル性の高い投機の2つがあるということ。私はこの2つがごちゃ混ぜになっていたので、投資イコールギャンブルと勘違いをし、投資アレルギーを発症してしまっていました。投資ももちろん資産が減るリスクがありますが、経済は成長していっているので、長い目で見れば上がる可能性が高いです。全世界株のように分散した有料投資信託を手数料の低いネット証券で積み立て購入すれば、そのリスクを最小限に抑えることもできます。ただ投資も貯金がゼロの場合などやらない方がいい場合もあります。まだ投資を始めていないという方は、万が一収入がなくなっても1年間は生活できる額を貯金し、投資信託の本を1冊以上読む。そしてネット証券の NISA 口座で投資を始める。この順番でスタートするのがおすすめです。ちなみに投資は長期で見ても 100% 資産が増える保証はありません。そこは自己責任になるので、いろいろ勉強して納得した上で始めるのがいいと思います。ではまとめです。最速でお金持ちになる方法はこちらの5つでした。お金の知識と行動を身につければ誰でもお金持ちになれます。ここ最近は物価高騰など辛いことも多いですが、ポジティブに節約生活を楽しみましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。